こんにちは。大阪で、中国菜フェーブというお店をやってます代表の畑川と申します。本日はよろしくお願いします。本日ご紹介するお料理は、陳皮香る、魚団子のおかゆというものを紹介していきます。陳皮というのはですね、みかんの皮の乾燥のものになります。爽やかな香りがあってですね、お魚のお団子の癖なんかを和らげてくれますし、お正月明けの放送ということで、お正月にですね、食べ疲れた、胃を、こう落ち着かせるような、そういったほっこりした、一品になります。まずはですね、お米からです。今日は秋田小町を、1カップ準備しています。こちらはですね、通常通り、水洗いをしていただいて、ざる揚げをしておきます。はい、余分な水分を切りながら、吸水をさせて、準備をしておいてください。僕は、出身が秋田県なので、秋田のお米を使っていますけども、様々なお米で、作っていただいてもいいですし、あとはインディカ米ですね、ジャスミンライスという名前であったりとか、ガイ米と言ったりとかいろいろとありますけども、そちらの潮流種のお米を使うと、出来上がりがですね、少し香りが変わってきますし、香港や台湾ではそちらの方を主流におかゆの方を作っていますので、お手元にある場合はこのお米とすり替えるような形でやってみてください。次ですね、こちらに加える湯葉です。はい、おかゆは白がゆを炊くんですけれども、日本のおかゆと違うのはですね、具材が入ってたり、あとは味がついてたりというところが大きな違いになってきます。今日はですね、おかゆの中に湯葉を加えて炊き込んでいきたいと思います。湯葉もですね、いろいろな種類がありまして、こういう半乾燥のシート状のものもあります。それ以外に、こういった湯葉の端材商品、こちらはフチクといって、湯葉のですね、引き上げ湯葉を引っ掛けた状態で乾燥させたもの、もしくは端材なんかを集めたような商品になります。くたくたに溶けるまで炊きますので、湯葉のですね、フレーク状のものとか、そういったものでも問題ありません。そうしましたらですね、この湯葉をですね、砕いていきます。乾燥しているので包丁で押すようにするだけで、簡単に砕けることができますね。最後に少し長いやつだけ切っておきます。はい、こんな感じですね。はい、そうしましたらですね、おかゆの調味料の説明をしていきます。味をつけながら、炊いていきますので、調味料 A のですね、まずは鶏ガラスープ、お水で炊いてもらっても構いません。スープがある場合はスープを加えた方がやはり美味しくなります。はい、そして、煮干しの出汁ですね、粉末の出汁になります。こちらはですね、香港、台湾では、ヒラメの骨の乾燥、大地の魚と書いてダーティーウイという、こちらの粉末をよく用いるんですけども、なかなか日本では手に入らないのと高価なので、こういう煮干しの粉、鰹節の粉、こういったものを使っていただいたら結構です。そしてピーナッツオイルです。おかゆを炊くときに、油を少し、加えることで、コクが増します。はい、そして味付けの調味料では、お塩、そして、香りでごま油を最後に少し加えていきます。煮詰める具合によって塩分の具合も変わっていくので、お塩は最初は下味程度、そして仕上げの前に実際に味を見ながら加えていくというような形をとっていきます。はい、それではですね、トッピングの具材、まずはメインになるのが魚の団子になります。白身魚のすり身にですね、陳皮というこちらのみかんの皮の乾燥、こちらを戻したものを刻んで加えていきます。それ以外にですね、食感できくらげ、そして薬味として生姜やネギ、こちらを加えていきたいと思います。はい、味付けの調味料は至ってシンプルに塩味です。塩、卵白、ネギ生姜風味の水、こちらはですね、ネギと生姜の皮、青い部分、ヘタなんかをですね、水の中で少し揉み込んで、それをこしたものになります。ネギ生姜のみじん切りを、あんの中に加えるのですけども、柔らかさの調整用に、
こういったものを使っていきます。そして片栗粉、そしてラードで作った、ネギ油、はい、最後にごま油という形で、この後やっていきたいと思います。それではキクラゲです。キクラゲはですね、水で戻して、裏側に石突きと呼ばれる少し硬い場所がついているのであれば、ちぎり取るような形で、外してあげてください。はい、なければ、そのままでも結構です。はい、こちらはですね、細切りにしていきます。はい、このように細切りにします。次が、陳皮のみじん切りです。水につけた状態で、このようにして、一晩、ですね、つけておくと、乾燥の状態のものが、元に戻ります。これは日本のみかんの皮とかとは違うものなんですか？コブみかんという、みかんの品種が、主になって、陳皮の陳という字をつけるには、最低でも、1年3年というふうにですね、乾燥をさせてあげなければいけないというふうになっています。こちらはですね、水から取り出して、みじん切りにしていきます。陳皮のみじん切りをするときに、ポイントになるのがこの内側の白い部分です。ここはですね、少し苦みがあるので、削っていきます。このようにですね、しっかりと削っていきます。白い部分が削れたら、これを細切りみじん切りというふうにしていきます。はい、このようにみじん切りになりました。それではですね、魚のお団子を練っていきたいと思います。ボウルにですね、まずは、魚のすり身ですね、こちらの方を準備してください。こちらをまずはですね、塩を加えて練っていきます。塩です。粘りをしっかりと出さないと、綺麗なお団子に成形ができません。しっかりと練っていきます。ボウルの周りが少しこういう風に毛羽立つぐらいですね。これぐらいまで粘りをしっかりと出していきます。はい、そうしましたら次が、卵白です。卵白を加えます。液体を加えると先ほど出た粘りがですね、また一度こうやってバラバラになってしまいます。それをもう一度粘りが出るまでよく練っていきます。そしたら次はネギ生姜の水ですね。こちらは少しずつ加えていってください。一気に加えると、あんが混ざらなくなってしまうので、少しずつ加えていくのがポイントになります。2回か3回に分けて入れていきましょう。はい、また粘りが戻りました。はい、そしたら水分が入っているので、こちらでんぷんを加えることによって、保水をさせる、離水をさせないという意味合いで、片栗粉を入れていきます。はい、片栗粉が入ったら次に油脂分です。魚のすり身とかエビのすり身というのは淡白なので、淡白さもいいんですけどパサつきがちになってしまいます。なので、動物性の、ラード、で作ったネギ油を加えることで、しっとりと仕上がっていきます。そして最後香りのごま油ですね。はい、これを混ぜていきます。はい、全体に馴染んだら、先ほど、カットした薬味ですね。きくらげ、青ネギ、そして生姜のみじん切り、そして陳皮です。はい、これで、あんの方が出来上がりました。そうしましたら、次はですね、先ほど練った、魚の団子に火を通していきます。
お粥の中に直接入れて火を通しても構いませんが、煮崩れしてしまう可能性があったり、あとは、あんのですね、アクが、出ることもあるので、一度下茹でしておくのが、一つ、きれいに仕上げるポイントです。鍋に、お湯適量を沸かしています。今は沸騰していますが、この後団子を入れるときには、火を止めます。ぐらぐら沸かしながら、成形をすると、どうしてもそこで崩れてしまいます。表面がしっかりと固まってから、ゆっくりとじんわり火を通してあげるというのが必要になります。じゃあ火を止めたところに、お団子を成形しながら入れていきます。指先からあんをこう絞り出すような形でやっていきます。はい、綺麗な丸になったらこちらをすくって鍋の中に入れます。はい、最後残っている分も手の中で成形をして入れていきます。はい、だいたい7個から8個、取れるような分量になっていますので、召し上がられる人数様に応じてですね、お団子の大きさを少し成形してあげてください。それではですね、火をつけて、火を通していきます。あまりお玉で触らないことが一つのポイントですね。少し鍋をこう揺するような形で、鍋底に、張り付かないようにだけ気をつけてください。時間が経ってきて火が通ってくると、だんだん浮かんでくるので、浮かんできたら、もう鍋を動かす必要はありません。はい、全体が浮かんできましたね。茹で時間はそんなに長くはありませんし、ここで一度アクを出してしまえば最後お粥の中で火を通すこともできますので、浮かんでだいたい 1,2 分、湯がけばもう十分ですね。それではお粥を炊いていきたいと思います。お粥をですね、土鍋の中に加えて、コトコトと炊いていくんですけども、ここで一つポイントです。土鍋の、スープ、こちらは必ずこのように沸いている状態を、にしてから、お米を加えてください。なぜかというとですね、冷たい土鍋、冷たいスープに、お米を加えて炊いていくと、沸騰するまでの間に鍋底にお米が張り付いてしまうんです。はい、なので、お粥を炊くときは、必ずスープが沸いている状態にしてそこに加えていきたいと思います。はい、先ほどの洗い米です。はい、先ほど砕いた湯葉です。そして、煮干しだし、ピーナッツオイルです。はい、少し混ぜます。オイルを入れるのは何か理由があるんですか？油を加えると、お米のですね、でんぷん質の決着が、油が阻害しますんで、食べた時にこうさらっと食べれる。そして、もちろん香りもつきますし、油のコクが入ります。はい、なのでスープを使って作る時も、同じようにですね、やっぱりコクを出すような意味合いで水ではなくスープを使った方が美味しくできると思います。この炊き始めの時のお塩はですね、ほんの一つまみぐらいですね、下味程度に入れます。それでは沸いてきましたので、このままコトコト約1時間ですね、炊いていきたいと思います。途中で水分がなくなったら、分量外ですが、お水やスープを加えて、濃度の調整をしていきます。はい、そうしましたらですね、仕上げの時にトッピングする材料を紹介していきたいと思います。トッピングは本当に様々なもので結構です。お好みのものを加えていただいたら結構ですし、これ以外に味噌とか、そういったですね、材料を用いることもあります。今日はシンプルにまずはザーサイですね。こちらはスライスして軽く味付けをしたものになります。あとはピータンですね。ピータンもお粥に非常にコクを出す材料になります。そして食感としてナッツであったりとかこういった揚げワンタンを加えることがあります。
ワンタンや春巻きの皮をですね、細かく切って油でさっと揚げたものになります。そしてネギや生姜、こういったものはやっぱり定番です。そしてですね、中国パセリ、シャンツァイ、こちらも、お好みで加える場合がよくあります。はい。こういったいろんな材料をですね、一口二口食べながら、どんどん加えて、味変をしていくのも、おかゆの一つ楽しみ方だと思います。それでは、1時間経ちました。このようにですね、少し白濁して、濃度がついてきています。このように、湯葉がですね、トロトロに、なりまして、あとはお米の粒がですね、ひび割れた状態になっています。ひび割れて、こうふわっとした状態になるのが、おかゆのですね、出来上がりの合図です。おかゆの花が咲いたというふうに、表現する時があります。はい、そうしましたらですね、最後に、味付けをしていきます。先ほど残しておいたお塩、こちらをですね、適量加えていきます。味見をしながら加えていってください。はい、そして、香りでごま油です。この時に濃度が強ければ、スープ、もしくは水を加えて、召し上がる濃度を調節してあげてください。はい、じゃあ味がつきましたらですね、先ほど、湯がいたですね、魚の団子、こちらを加えていきます。一度下湯がきをしていますので、こちらはですね、温まる程度で、大丈夫です。それでは盛り付けていきます。先ほど作ったですね、魚団子の入ったおかゆです。そして先ほど紹介した、トッピングたちですね。はい、こういった形で、魚団子をベースにしてさまざまなトッピングで、楽しく召し上がっていただける、陳皮香る、魚団子の中華粥ですね、こちらの方が出来上がりました。それではいただきます。でもさっぱりしてて食べやすいです。いろいろトッピングもあるから、はい、はい、入れてみてください。団子からみかんの香りがするんで、この時期にはいいかなと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後に、いいねボタンとですね、チャンネル登録の方を、ぜひよろしくお願いします。お願いします。